週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部44話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回43話でハチコから刑事と名乗った人は陽子探偵と教えられる。なぜ陽子探偵は刑事と嘘をついたのか4人で考えていると、アイラがミコトに話を聞けたらと言い出します。44話でミコトが登場。事件当時の話を聞くと、誰かにクロロホルムを嗅がされて気を失ったと話す。さらにミコトは殺人事件なんて起きていないと言い出し、我らが探偵部1から44話公開中です。3人同好会31話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回30話ではさくらがミクを追い払った後のてつの視点。さくら、てつの2人で話しているとりくから連絡があり、公園で合流することに。りくの変化にさくら、てつが気づいているが、りくは3人で学校のグラウンドに行こうと言い出します。31話はさくら、りく、てつでグラウンドに集合するさくらの視点。3人で誰もいないグラウンドで集合することに喜ぶさくら。しかしそのグラウンドには前に追い払ったミクがいて。3人同好会1から31話公開中です。ハチコは何も知らない23話。この物語は男子高校生の薫がある日の夕方、世の中のことを何も知らないハチコと出会い、そのハチコが繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回22話はハチコがアイルからクッキー作りを教わることに。いろいろあったがなんとか美味しいクッキーを作れて機嫌よく帰るハチコのもとへサーシャが現れ、まずいことになったと言い出します。23話でサーシャからハチコが予定より早く帰れることを報告される。命令に逆らえば死刑という状況の中、ハチコは帰りたくないと言い出し、ハチコは何も知らない1から23話公開中です。ハチコ落ち研は今日もファンタスティック7話。この物語はハチコ落ち研の顧問と部員たちによる奇妙な日常を描いたストーリー。学内で起きた盗難事件の解決に立ち向かう落ち研部員たち。浮かび上がった3人の容疑者に事情聴取をしていき、犯人を探していく内容となっています。前回6話は怪しい人物2人目、事務員に事情聴取をすることに。話を聞いていくと、事務員は金がありすぎて困っていると言い出し、一旦犯人ではなさそうという結果に。7話で数学教師に事情聴取をすることに。そこで数学教師は小梅先生が給食費を盗まれたことを知ると急に笑い始め。ハチコ落ち研は今日もファンタスティック1から7話公開中です。学園の幽霊たち10話。この物語は学園で自爆霊をしていることに飽きたレイナが成仏するために生前の未練を晴らそうと同じ幽霊の優香と一緒に解決していく作品です。前回9話で優香の生前の話をすることに。話の流れで生きてる人間で自分たち幽霊を見える人を探そうとレイナが言い出し、探すことに。10話で同じ幽霊仲間のポコが見知らぬ人物サキに絵を盗んだ犯人だと疑われている現場に居合わせる。さらにサキは自分が幽霊ではなく人間で幽霊が見えると言い出し、学園の幽霊たち1から10話公開中です。閣僚と異界の姫18話。主人公一ノ瀬いつかは働き始めたばかりの社会人1年目。ある日の夕焼けの時間、同期の榊一馬、白藤司と別れたいつかは実技訓練生の綺麗な少年とぶつかってしまう。そして上司である時梨明人が待つ開発室の扉を開けると、そこは不思議な香りに満たされていた。気がついたらいつかはどこか知っているようで見知らぬ世界、閣僚へと迷い込んでいました。こちらはプロ声優によるハッチポット VR 公式フルボイス作品です。前回17話では宗介が自分たちの中に犯人がいるのはただの勘だと言い、異界渡りについて説明する。閣僚に来るまで何かなかったか聞かれると、いつかは香りについて気になっている様子でした。その後いつかの何気ない一言に宗介は驚く。18話で宗介を応援するいつか。多少は滑ったものの宗介から必ず元の世界へ戻すと宣言される。宗介との話が終わり廊下を歩いていると司と鉢合わせに。しかし司は相当疲れている様子で。閣僚と異界の姫プロローグ1から本編18話公開中です。次にインディーズ作品の公開情報について。醜い僕らへ2話。この物語はとある田舎の大学生が愛とは何か、幸せとは何か、醜さとは何か、自分の醜さと向き合う物語です。前回1話でプレイヤー視点のカケルが彼氏に振られ友人のルナとシロの家に。
8年間付き合っているルナとシロに慰められるカケルは、振られた自分とは反対の幸せそうな2人を羨んでいました。ルナのご飯を食べ終わったカケルは自分の家に帰ります。しかしこの2日後にルナとシロは睡眠薬を大量に飲んで病院へ運ばれることになります。2話はカケルが家に来た1日後のルナとシロの話。ルナ自身が不妊症と分かり落ち込んでいました。理由はシロの母サイコが子供を作れないなら結婚は認めないと言われているため。追い詰められたルナは8年間付き合ったカケルに別れようと言い出し、醜い僕らへ1から2話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハチポット公式サイトからご覧ください。はじめの話は無料で見れますよ。またハチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味ある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。